こんにちは、ゆうです。この動画では、ロシア徹底ガイドと称しまして、ジオゲッサーでロシアの攻略をする上で知っておくと有利な情報をお伝えしたいと思います。ロシアの攻略で重要なことは、言語、各地域の特徴、そして川メタの3つです。本動画ではこの3つについて、それぞれ解説していきます。ロシアのことは全然わからないよという方にとっても、また、すでにロシアをやり込んだ方にとってもお役に立てる内容になっていると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでははじめは言語についてです。ロシアでは基本的にキリル文字のロシア語が使用されており、ローマ字を見ることはほとんどありません。そのため、ロシアで地名を見つけるためには、キリル文字を学ぶ必要があります。いくつかの文字はローマ字と同じですが、発音が同じものや違うものがあり、ややこしいです。まず、母音から見ていきましょう。上の段の文字が日本語で言うあいうえおに近い音です。真ん中の段はや行の音を含んだ音です。ここで注意しないといけないのは、ローマ字だとイの文字はロシア語ではイエと発音します。ロシア語ではエの音よりもこのイエの音の方がよく使われます。なお、イエに点々がついたヨーは基本的に上の点が省略されてイエと同じ表記になります。一番下の文字はウの後にすぐにイをつなげてウイという風に発音します。次に子音の読み方です。日本語の赤サタナに近い音を画面の左に、その他の音を画面の右に並べています。ローマ字の K の音はロシア語でも同じく K と発音します。ローマ字の C の音はロシア語では S と発音し、母音とくっついて作業の音になります。T の文字はロシア語とローマ字で同じです。ローマ字の H はロシア語では N と読みます。ローマ字の X の発音も異なっていて、喉の奥からはのように発音します。M の読み方は同じです。イークラットカヤは短い E という意味です。後の母音とくっついてや行の発音になります。ローマ字の P の文字はロシア語では巻き舌の R になります。バ行の音はキリル文字では数字の6に似た文字になります。ローマ字の B はキリル文字ではバの音になります。シャーの音はロシア語では2つあります。上の文字はショー、下の文字はシャーという風に発音し、上の文字の方が暗い響きを持っています。その他、ツェ、チェ、エルの子音があります。最後に母音でも子音でもない文字が2つあります。アルファベットの小文字の B みたいな2つの文字です。左のミャフキーズナークは子音の後に置かれて子音にイの響きを持たせます。右のトベオデズナークは子音と母音の間に置かれて子音と母音を別々に発音するように示します。ロシア語では発音が変化することがあります。母音についてはアクセントがない母音はおだと曖昧なあに、イエやは E の音、その他の母音は短く発音されるようになります。子音についてはグやズ、ブのような濁った音が単語の語尾に来る場合などに、その濁りが取れて、それぞれク、ス、プと発音されるようになります。以上お伝えした内容で、大体のロシア語の単語が読めるようになります。実際にいくつかの単語を読んでみましょう。この文字は何と読むでしょうか？これは町という意味の単語です。ローマ字に変換するとこのようになります。この単語は最初の O にアクセントがあり、語尾に D の音があるため、発音はゴラットになります。このゴーラットという単語は省略されてゲーと書かれることが非常に多く、街中の看板ではこの文字を見つけられると、その後に街の名前が書かれているため非常に便利です。ストリートビューで看板を見てみましょう。これはオンラインショップの広告ですが、街名が書かれています。ここですね。ハバーラフスクと書いてあるので、この看板が置いてある場所は
ハバロフスクか、もしくはその周辺の町であることがわかります。もう一つ単語を読んでみましょう。この単語は最初の文字にアクセントがあります。通りという意味です。ローマ字に変換するとこのようになり、ウーリッツァと発音します。ここで応用的な内容を紹介します。ロシアの日常生活では基本的に筆記体が用いられます。看板は筆記体で書かれることは少ないのですが、たまに筆記体の形で書かれることがあります。こちらの看板をご覧ください。上に赤字で書かれている部分が筆記体で、ペトロザボーツクという町名が書いてあります。ロシア語の筆記体では T の音がローマ字の小文字の M のような形に、D の音がローマ字の小文字の G のような形になることに注意が必要です。なお、筆記体の M はこのようにとんがった形で書かれます。ロシア語についての解説は以上になります。次に各地域の特徴について日本に近い極東から順番に見ていきましょう。まずはサハリン州です。サハリンは植生が北海道と非常に似ています。それからこのような海岸線がサハリンでよく見られます。ただ、サハリンの北部になるとロシアの一般的な風景に見えるので注意が必要です。街中では右ハンドルの日本の中古車がたくさん走っています。右ハンドルの車はサハリンに限らずロシア東部にかなり多いです。次に沿海地方です。沿海地方は険しい山脈が多く、山や木の色が日本に似ています。北朝鮮の国境付近には湿った雰囲気の平原があります。ウラジオソクは地形を見てもらいたいのですが、半島の先端に作られた町で、町の中は非常に坂が多いです。ウラジオソクからハバロフスクへとつながる幹線道路では、このように平原が広がっています。遠くに山脈が見えるのが特徴的です。ハバロフスク地方はこんな感じで山がちな地域です。この辺りから針葉樹林の大河が見られるようになります。ハバロフスクは極東で一番大きな町です。ユダヤ自治州のストイトビウのカバレッジは幹線道路の297号線沿いとビロビジャンの町のみです。297号線は全体的に大河を切り開いたような道が続いています。ビロビジャンはビラ川沿いにある小さな町です。アムール州にはこのように開けた平原が多い印象があります。州を横断するアムール川は中国とロシアの国境になっていて、ブラゴベシチェンスクからは対岸の中国の町が見えます。州の北西部になると山が険しくなります。ザ・バイカリエ地方にはいろんな景色があります。こんな山がちな道もあれば、モンゴルの近くでは高原になっています。今の景色と似ているのですが、チタの周辺でも草原になっているので注意が必要です。
西の方に行くとまた山がちになります。チタの町はこんな感じです。遠くに木の生えていない山が見えることもあります。ブリヤート共和国は土壌の栄養が少なそうなさっぱりとした雰囲気があります。この地域にはバイカル湖に面した道がありますが、道と湖の間に木が生い茂っていて、ほとんど湖は見えないです。ウランウデはもともとベルフネ・ウディンスクという名前で、街中では昔の名前が使われていることもあります。ウランウデ南西にはぼんやりと赤みがかった空になっている道があります。南部のモンゴル付近に行くとまた平原が広がります。先ほどのザ・バイカリエ地方と比べてこちらの方が山が近い印象があります。この地域の西に行くと南北が山脈に囲まれている道路があります。場所は変わってカムチャッカ地方です。カムチャッカは険しい雪山が特徴的で、街中からも雪山を見ることができます。カバレッジの一番北の町、クルチ付近では富士山に似た形の山が見えます。マガダン州は全体的に山が近い印象です。道沿いには細い木がたくさん生えていて、太陽もぼんやりした感じです。マガダンの町は広々としていて、遠くに山が見えます。サハ共和国の景色もマガダン州と似ていますが、比較的木がしっかりとしている印象を受けます。ヤクーツクは北極海とつながるレナ川沿いに位置しています。ヤクーツクの西側、ミールヌイにかけての道路では空が赤いことが多いです。ロシアの行政区分では、ここまでが極東になります。次にシベリアの紹介をします。イルクーツク州の南の部分は日本の山に似た深い緑の山が印象的なのですが、バイカル湖の北側は乾燥しています。イルクーツクの町はかなり発展していて、町の中心部の一部のストリートサインには英語が併記されています。ブラーツクの周辺では若干赤みがかった茶色の土壌の大河が広がります。イルクーツク州の西側も茶色の土壌で、こちらは平地や丘が多めです。トゥーバ共和国には特徴的な景色が広がります。このような乾燥した草原と岩山です。この地域の南側もそうですね。首
首都のクズールは小さめの町です。乾燥した山が近くに見えます。クラスノヤスク地方はこのような大河や草原地帯があり、植生だけでのグスは難しいです。ただ、この青と白の楕円のバス停がクラスノヤスク地方のあちこちで見られ、非常に便利です。クラスノヤスクの街はこんな感じです。バスには街の名前が書かれています。ハカシア共和国は特徴的な景色になっていて、このようなぼんやりとした高原が多く、遠くに山が見えます。クラスノヤスク地方の州境では、先ほど紹介したバス停があることもあります。アバカンの町の中心部は、他の町と比較してかなり木が多いです。南の方は山間部になっています。ケメロボ州は全体的に肥沃な平原といった印象です。ケメロボとノボクツネツクが大きな町です。アルタイ共和国は全体的に山岳地帯で、険しい山が特徴的です。岩肌の見えるゴツゴツした山もあります。モンゴルの近くになると乾燥したステップ地帯が広がっています。首都のゴルノ・アルタイスクは小さな町です。アルタイ地方はアルタイ共和国と違って平坦な平原が広がっています。バルナウルはだいぶ発展している町です。ノボシビリスク州は草原が多い地域です。南部の道路には雪が少し積もっています。ノボシビリスクはシベリアで一番大きな都市です。町の中心をオビ川が流れます。トムスク州はこんな感じで、大河と沼地が多い地域です。トムスクは小さめの町で落ち着いた雰囲気です。オムスク州は基本的に広大な穀倉地帯になっています。オムスクのバスにはデザインされて読みづらいですが、ここにオムスクと書かれています。こちらのバスも同じですね。ここからはウラウ地方に入っていきます。チュメニ州の南部は平原になっています。北の方に行くと背の高い木が増えて大河の雰囲気になっていきます。チュメニのバスにはたまに町の名前が書かれています。
ハンテマン市では全域に大河が広がっています。北の方に行けば木が細くなります。ハンテマンシースクとスルグトがこの地域の大きな町なのですが、どちらも街中に白樺がたくさん生えています。他のロシアの町の木は結構茶色の幹であることが多いので、町に白樺があると分かるとだいぶ地域を絞りやすくなると思います。ヤマロネーツの道は細い木が多く、北に行くと木の密集度合いが減っていきます。サリハルドは意外と発展している町ですが、町の外に湿原が広がっているのが目印になると思います。南に戻って次はクルガン州です。クルガン州は平坦な平原になっており、山は見えません。クルガンの町の中心部はこんな雰囲気です。スベルドロフスク州は大河が多い印象です。ヨーロッパとアジアを分けるウラル山脈がこの州の西側にあります。山脈の中では深い緑の山がだいぶ極東に似ているので注意が必要です。エカテリンブルクはウラル地方で一番大きな町です。チェラビンスク州は南部に少し栄養の少なそうな平原が広がります。西側の幹線道路は大河を切り開いた道といった感じです。チェラビンスクは街の規模の割にバスがボロい印象を受けます。地域名が書かれたバスも走っています。続いてボルガ川周辺のエリアです。バシコルトスタン共和国は大河と平原が広がっています。この地域にはオレンジ色のバス停が多いです。バス停の形は様々です。あとはバシキール語が併記された道路標識もあります。このギリシャ文字のシータみたいな文字とローマ字の E をひっくり返した文字 K に一本線が入っている文字はロシア語にはありません。ウファのストリートサインは独特なデザインをしています。さらにバシキール語で通りのことをウラーミと併記しています。ただこのストリートサインは車のナンバープレートと誤認されているのか、このようにぼかしがかかっていることが多いです。ペルミ地方は全体的に森になっています。北はこんな感じで、
南はこんな雰囲気です。ペルミのバスには町名が書かれています。オレンブルク州は乾燥気味の平原が広がっています。この州のバス停は特徴的で、このような赤い半円のバス停が多いです。オレンブルクの南、カザフスタンとの国境付近は高原になっています。オレンブルクの街はこんな雰囲気です。サマラ州は全体的に平原です。サマラの街はこの白いストレートサインの形が独特です。タタールスタン共和国は農地や草原が広がっています。先ほどのバシコルトスタン共和国と同様に、道路標識に現地の公用語であるタタール語が併記されていることもあります。火山のストレートサインもタタール語併記です。ウドムルト共和国は森が多い印象です。看板にはウドムルト語が併記されていることもありますが、固有の文字が少ないため、ロシア語との区別が難しいです。イジェフスクのストレートサインでは、二言語表記は見当たりませんでした。キーロフ州は全体的に大河が広がっています。バルト三国にあるような白い花が道端に生えていることもよくあります。キーロフは落ち着いた雰囲気の街です。マリエル共和国は首都の東側に平野部があります。その他の地域は大河地帯です。ヨシカルオラのストレートサインはロシア語とマリ語の二言語表記です。通りはマリ語でウレムです。それから街の真ん中にはキラキラした建築群があります。チュバシ共和国は木が多めで栄養のありそうな地面の平原が多いです。バス停が国旗の色にペイントされていることもあります。チャボクサルにはチュバシ語とロシア語兵器のストレートサインがあります。チュバシ語で通りはブラベです。
茶ボクサルは結構発展している町です。ブリヤノフスク州は肥沃な平原といった感じです。ひまわり畑があるところもあります。ブリヤノフスクの町は、町を横切るボルガ川の川幅がかなり広いです。サラトフ州は全体的に平地です。サラトフ州にはシルバーの半円のバス停が多いです。サラトフの町もボルガ川沿いに位置しています。ペンザ州は緩やかな丘になっているところが多い印象です。ペンザはスラ川沿いの落ち着いた町です。モルドビア共和国は全体的に平原になっています。東側には若干標高の高そうな雰囲気があります。サランスクのストレスサインのデザインは独特です。ロシアにしてはかなり珍しい英語表記もあります。ニジニ・ノブゴロド州は北部が大河の高地になっています。南部は平原ですが木が多い印象があります。この町の名前はよく省略され、バスの記載はこういう風になっています。コストロマ州の道は大河を切り抜いたようなものになっています。コストロマにはロマノフ朝の初代ツァーリの出身修道院があります。イバノボ州は全体的に平原です。町はまあまあ大きめです。ウラジーミル州には大河と丘の風景が広がっています。12、13世紀に栄えたスーズダリが観光地になっています。ウラジーミルの街中には大聖堂もあります。リャザン州には大河を切り抜いた道路や
地平線まで見える平原があります。リャジャンの街はこんな感じです。タンボフ州にもリャジャン州に似た景色が広がっています。こちらの方が若干地面が茶色いかなという印象です。タンボフの街も特に特徴はありません。ボロネジ州は森林を切り抜いた道路が多いです。それ以外の場所では結構起伏があるイメージもあります。街のバスにはボロネジの紋章がついてあることもあります。リペツク州は全体的に起伏のある森林と草原地帯です。街の特徴は後で触れるカーメタ以外特にないです。トゥーラ州は起伏のある平原と大河が多いです。この州には作家トルストイの屋敷があります。トゥーラの町名が書かれているバスもあります。モスクワ州は平坦で小さな町が多いです。ロシア正教の精神的支柱である修道院がこの州のセルギエフ・ポサードという町にあります。ロシアの首都モスクワはやはり大都会です。モスクワのストリートサインは青です。バスの色も青くて上に模様がついています。ヤロスラブリ州は大河と耕作地帯が多いです。ヤロスラブリは黄金の輪の中で一番大きな都市です。トベリ州には深い大河が多く、若干バルト三国のような印象を受けます。トベリはボルガ川沿いの町です。スモレンスク州は森が多めな平原です。スモレンスクの町はロシアの町にしては珍しく高低差が激しいです。カルーガ州も平原か森かといった感じです。この形のバス停は M3 道路に特有の形です。M3 道路は
モスクワ州、カルーガ州、ブリャンスク州と少しだけクルスク州を通る幹線道路です。モスクワ公国がキプチャク藩から実質的に独立した事件の発生地もカルーガの近くにあります。街の雰囲気はこんな感じです。ブリャンスク州も平原か森の景色です。これは先ほどの M3 道路のバス停ですね。ブリャンスクの街にはモスクワのバスに似たバスがいます。オリオール州も同じく平原か森です。オリオールは第二次大戦で街の大部分が破壊されたので古い建物が少ないです。クルスク州の景色も周りの他の州とほぼ同じです。左上のこの辺りの道路はロシアにしては珍しくサイドラインが破線です。街の雰囲気はこんな感じです。ベルゴロド州は平坦な耕作地帯が広がります。14系道路のバス停が茶色レンガ風の作りで特徴的です。バスにはライオンとワシの紋章が書かれていることもあります。次は南部地方です。ボルゴグラード州は乾燥気味で平坦な草原や耕作地です。街中はこんな感じです。アストラハン州もボルゴグラード州と似たような風景が広がります。アストラハンにはおそらくモスクワのバスの中古車でしょうか。モスクワと同じデザインのバスがいます。カルムイク共和国は先ほどの2つの州よりも乾燥しているイメージです。この地域はヨーロッパ唯一の仏教国とも言われていて、町に仏塔や寺院があります。ロストフ州は平坦な耕作地帯です。ロストフの町には白いバスが多いです。クラスノーダール地方は温暖な気候で、ロシアと思えないほど暖かそうな雰囲気を感じられます。
バスにはクラスノダールの死の紋章が描かれています。南部は山岳地帯で、ソチはロシア随一のリゾート地です。アリーケ共和国はクラスノダール地方に囲まれていて、風景はクラスノダールとほぼ同じです。首都のマイコープは基盤目状の小さめの町です。北カフカスに移ります。スタブロポリ地方は若干乾燥しています。スタブロポリの街はこんな感じです。この辺りの地域の車は汚れているものが多く感じます。アカラチャイチェルケス共和国は北部は乾燥した山が近い草原で、南部には険しい山脈があります。首都のチェルケスクは小さめの町です。カバルダ・バルカル共和国は北部は耕作地で、南部には岩肌が見えている険しい山脈があります。ジョージア国境付近は雪山になっています。ナリ地区の町からは南に山が見えます。北オセチア共和国も北部が耕作地で、南の山が近いです。南部の山は緑が多く、若干地中海っぽい雰囲気を感じます。ウラジカフカスの街の雰囲気も独特です。イングーシ共和国はカバレッジが50番道路と町2つのみです。50番道路は南北に山脈が見えて、北の山脈が乾燥しているのが特徴的です。首都のマガスは1995年建築の新しい町です。この町も南に山が見えます。チェチェン共和国は平原です。ユルトはチェチェン語で村という意味で、地名によく使われています。ここではイスラム教が信仰されており、グロズヌイの町の中心にはモスクがあります。ダゲスタン共和国の北部はステップ地帯で非常に乾燥しています。南に行くほど木が増えて、南部は乾燥した山が見える草原になっています。この地域の街並みは茶色みが強いように感じられます。最後に北西部の紹介です。ネネツ自治管区のカバレッジは道路一つだけです。カバレッジ唯一の街中では何かが燃えているのが見えます。
コミ共和国の北部は栄養の少なそうな大河地帯で、南に行くほど木が生い茂るようになっています。コミ語とロシア語の二言語表記の道路標識もあります。首都のスクティフカルは結構発展している町です。町には白樺が生えています。それから北極海に近いボロクタの町にもカバレッジがあります。ガランとして寂しい雰囲気です。ストリートサインのフォントがかなり太いのが特徴的です。アルハンゲリスク州も全体的に大河ですが、こちらはかなり木に栄養が行き渡ってそうな雰囲気です。アルハンゲリスクもかなり発展している町です。ボログダ州も大河地帯です。バルト三国で見られるような白い花が道脇に生えています。ボログダの町は白樺などの木が多いです。ムルマンスク州の最北部は石が多くて寒そうな平原です。ムルマンスク周辺は低い木の大河が見られます。こちらも石が多いです。ムルマンスクの街中からは西と北に山が見えます。州の南部の大河は木が若干長いように感じられます。カレリア共和国には大河と湖が多いです。土が若干赤みがかっているように感じられます。ペトロザボーツクは大きな町です。白樺も生えています。レニングラード州は起伏のある大河地帯です。これはゲスに使うことができるかは微妙な情報ですが、ロシアにはシャウルマというケバブのような食べ物があります。それがこの州とサンクトペテルブルクのみ、シャウルマのことをシャベルマと言います。レニングラード州の州都であるガッチナは小さな町です。サンクトペテルブルクは長らくロシア帝国の首都で、町の中心部には運河が張り巡らされています。シャベルマヤもたまに見かけられます。湾の入り口にはクロンシュタットという海上要塞があります。ノムゴロド州は平坦な大河地帯です。州都のベリーキー・ノブゴロドはロシアで一番古い国であるノブゴロド公国の首都であった場所です。プスコフ州はやはり近くのバルト三国の雰囲気とかなり似ています。プスコフは木が多めの小さな町です。最後にカリーニングラード州です。植生は完全にヨーロッパで、
赤いレンガのドイツ風の建築物が所々にあります。カリーニングラードとリトアニアの間にはクルシューサスがあり、このサスのおおよそ真ん中にロシア・リトアニアの国境線が引かれています。以上、ロシアの各地域の紹介でした。最後にロシアのカーメタを紹介します。カーメタは上下差をプレイする上で非常に重要で、ロシアのディージョンゲスにおいても例外ではありません。カーメタについては他の方々が詳しく解説してくださっているため、この動画ではざっくりと紹介しようと思います。ロシアのストリートビューでは全4と全3のカメラが使われています。全4というのはこのような画質が綺麗なカメラで、日本周辺の極東以外のおおよそロシア全土に使われています。全4で風景が寒そうだと、だいたいムルマンスク、アルハンゲリスク、マガダン周辺になります。他にはサハ共和国とアムール州の間の一部の道路が全4になっています。こことムルマンスク周辺が間違いやすいので注意が必要です。それからバイカル湖周辺も全4が多いです。そしてこれも重要なのですが、全4で夏の平原ならオムスク州の道路になります。全4でかつ赤い車がうっすらつということもあります。赤い車の場合はチメニから北のアンテマン市、ヤマロネーツ一帯か東に進んでイルクーツカタイまでの道、もしくはリペツクなどのモスクワの南の方の町です。次にジェン3に移ります。白い車で長いアンテナだと、極東のこの辺りから南一帯とカムチャッカ地方であることがほとんどです。ただ、稀にチェラビンスク周辺などロシアのあちこちに分散しているので注意が必要です。サハリンの車は黒い車でアンテナがぼやっと霞んでいます。この霞はロシアの他の地方にも存在しているので、風景とセットで判断しないといけないです。ジェン3で短いアンテナがついている場合は、そのアンテナの種類によって地域を絞ることができます。アンテナの種類は4種類あります。アンテナの最初の出っ張りが右についていると A タイプ、左についていると B タイプ、左についていてかつその出っ張りがはっきり見えるとベリー B タイプ、出っ張りがほとんどないのが C タイプになります。A タイプや C タイプのアンテナはロシアの西部にしかないので、この区別はかなり重要です。A タイプだとだいたいモスクワの南部やクラスノダール周辺、オレンブルクになります。B タイプの場合、ロシアの西部からケメロボ州あたりまでと分布が広いので難しいです。ベリー B もロシアの西部からクラスノヤズク周辺までと広いのですが、ハカシア共和国とクルガン州の道路が特徴的で判別しやすいです。C タイプの場合は
だいたいモスクワ周辺かプスコフ州、ロストフ州になります。短いアンテナでそのアンテナがぼやけている場合は火山やペルム周辺、それかカフカスのあたりです。森の中ならペルム周辺、平原なら火山周辺でゲス数とかなり正解に近づけると思います。最後に長いアンテナにも AB タイプの区別があります。こちらも同じく最初の出っ張りが左についていると B タイプ、右についていると A タイプです。A タイプであるカルデア共和国と B タイプであるブラーツク周辺の区別に非常に役立ちます。カーメタの紹介は以上になります。あっさりとした説明でしたが、これだけでもかなりロシアでのゲスが楽になると思います。以上、ロシアの攻略情報についてお伝えしました。まだまだロシアについて分かっていないことはたくさんあると思います。皆さんもぜひロシアを探索してみてください。この動画によってジオゲッサーをより楽しくプレイできるようになれたら幸いです。長時間でしたがご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をいただければ嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。